こんにちは、ずんなもんなのだ。こんにちは、中国ふさぎです。というわけで今回はこちらのモッド、レッドワールダックスモッドをやっていくのだ。聞いたことないモッドですね。どんなモッドなんですか？このモッドを一言で表すなら、東側諸国が冷戦に勝利した世界線のモッドなのだ。東側諸国が勝利した世界なだけあって、ソ連はこのゲームの開始地点である2010年においても健在。逆に冷戦に敗北した西側諸国は軒並み崩壊もしくは孤立しているのだ。どうしてこんなことになったのさ？史実との大きな違いはソ連の動き。この世界においてソ連は軍事拡張を優先せずに経済成長と技術革新を優先。スターリン支部に書記長になったマレンコフのもと、ソ連は安定した時代を築いたのだ。逆に西側諸国では1980年代半ばに起きた経済危機により共産主義が増大。西ドイツとオーストリアは共産主義政権が発足しまとめて東ドイツに併合されたのだ。いきなり鉄のカーテンが崩壊してるな。またフランス共産党は労働党を吸収し与党につき、イタリアでも共産党がキリスト教民主党と妥協し与党になってるよ。本当に欧州の主要国が軒並み共産主義になってる。これら欧州の共産主義国家はヨーロッパ社会主義共和国連合 USR を創設しているよ。この世界における EU か。だから現状の欧州において民主主義を採用している国はイギリスかスウェーデン、スイスくらいしかないのだ。なるほど。じゃあアメリカ合衆国はどうなってるのさ？アメリカは共産主義の台頭と経済的混乱に直面し、ロナルド・レーガンは合衆国を解体。50州に独立を認めた上でアメリカの再出発を計画したのだ。ソ連崩壊後の独立国家共同体のようなものかな。あ、そんなうまいこといかず。ですよね。すぐにアメリカ南部でアメリカ共和国が独立。同年北部には人民連邦、五大湖周辺に五大湖連邦、西部にリンカーン連合が成立して、アメリカは戦乱状態に陥ったのだ。カオスすぎるでしょ。じゃあアメリカに守られていた日本は？日本はこの世界だと資本主義最後の砦にして最大の資本主義国家なのだ。よかった。共産化してなかったんだね。しかし日本とて反対というわけではないよ。海を挟んだ対岸には朝鮮戦争で大韓民国を撃破して朝鮮半島を統一した朝鮮民主主義人民共和国。史実同様中国大陸には中華人民共和国があるのだ。絶望的すぎるでしょ。でも中華人民共和国は2007年まで文化大革命が継続して国内は荒廃してるからそれほど脅威ではないのだ。朝鮮は史実より経済は成長しているけどソ連ありきな経済だからソ連が衰退すると自動で朝鮮も経済が衰退するよ。少しだけ日本に希望が見えたような。今回プレイしていく国家はもちろん日本。国旗がなんか違うな。現在の日本は欧米の崩壊後未曾有の経済成長を経験。しかし近年では経済不況にナショナリズム、ポピュリズムの強大化が進行。経済危機の兆候が現れているという現状なのだ。なるほど。それじゃあ早速ゲームスタートなのだ。おう。それじゃあまずは日本の詳しい内情から見ていくのだ。現在の首相は田母神義夫、元航空自衛隊の航空幕僚長なのだ。ポピュリズムとナショナリズムが流行っている日本だとありえなくもないのかな。この世界だと2007年に当時の安倍首相が辞任した後に自民党は新たなリーダーを選べずに党が分裂。いくつかの自民党の派閥間で妥協的に田母神首相案が浮上し、結果として自民党に入党した田母神が首相になったのだ。迷走する自民党が強いリーダーを求めた結果が現在の田母神首相なんだね。そして現在の与党は自民党の宏池会。このムッドでは自民党の派閥が再現されているんだな。他の派閥には平成研究会、細川派、清和会、青蘭会、社会派なんかがあるね。自民党以外の野党には天皇家と左派政党の日本労働党があるのだ。天皇家？国民精神は全部で7つ。1つ目は昭仁天皇、安定度が 10% 上がるのだ。控えめだな。2つ目は技術的進歩、建設速度、研究速度、工場出力なんかにでかいバフがかかるのだ。現代の日本は先進的な技術と経営モデル、そして崩壊したアメリカの資本を吸収し圧倒的な地位にいるのか。3つ目は平成体制、日ごとの政治力が 0.15 増えて安定度も上がるのだ。1980年代後半からの国政における自民党の圧倒的優位と派閥主義のことを平成体制というらしい。4つ目は引きずる経済、政治力獲得量と月ごとの人口にデバフがかかるものの消費財向上と研究速度、工場出力にバフがかかるのだ。アメリカ崩壊後に日本経済は一時的に不況に陥ったけど、その後の内需転換に周辺国との貿易強化によって回復したとのこと。5つ目は鳩山ドクトリン、師団の性能がいろいろ上がったり戦争協力度なんかが上がるのだ。
朝鮮戦争における韓国の敗戦後、日本は防衛のアメリカ依存を緩和して高度な軍隊を作っている模様。6つ目は竹島問題。政治力獲得量 80% のバフがかかるよ。何そのとんでもないバフは。朝鮮戦争での韓国敗北後、竹島と津陽島はアメリカが占領し続けたけど、1972年の沖縄返還時にこの島々も一緒に日本に編入されたようだよ。ちなみに朝鮮側にも同様にウルルン島独島問題という国民精神があるのだ。こっちは 80% のデバフ。そして最後の国民精神派 G21。建設速度と研究速度、工場出力にバフがかかるのだ。史実の G20 みたいなものか。そして国家方針はこんな感じ。だいぶボリュームがありますね。左上の NF から始まって右の方に進み、最後に下の方の NF に進んでいく感じなのだ。内政、外交、工業系というよりは NF を進めていくことでイベントが起きていく感じなのね。そういうことなのだ。それじゃあまずはこの平成22年の NF から進めていくよ。そして言い忘れていたけど日本の戦力はこんな感じなのだ。陸上は18師団、海上は空母4隻、駆逐艦と潜水艦が19隻か。ちょっと心もとない。さらに戦闘機は0機だからこっちの生産も進めていくのだ。じゃあ玉亀は航空自衛官の時に何をしてたんだよ。とりあえず2010年の予算について国会で話し合うのだ。今年の予算はどうなりそう？まずはアニメ産業の支援。日本の文化を世界に輸出するのだ。さらに防衛費も増額するよ。こんなに支出を増やして大丈夫か？その代わりに福祉政策に対する議論をして予算を減らす方向に持っていくのだ。なるほど。反発が上がりそうな内容だ。そして予算案とは別に外交面では台湾海峡に海上自衛隊を派遣して演習を行うのだ。中華人民共和国が猛反発しない？奴らは2007年まで文化大革命で国内は荒廃しているのだ。だからこそ日本が威圧しても問題ないよ。なるほどね。さらに朝鮮の文化をシャットアウトするのだ。朝鮮まで敵に回して大丈夫か？何を今更、何年も前から日本は朝鮮南部で分離工作を行っているからもう敵なのだ。何それ初耳にしてもこの世界の朝鮮のエンターテインメントって何なんだろう？おそらくは北朝鮮の文化とかかな。明日から朝鮮の曲を聴いたり所持した人は処罰されるのだ。日本のトマト職人が大量に逮捕されそう。とここで2010年冬季オリンピックのニュースが来たよ。フランスで開かれたのか。楽しそうだな。ヤゾフの死。レニングラードにおいて衝撃的な事件は起こりました。第5代ソ連最高指導者であったドミトリー・ヤゾフが欧州解放博物館を視察していた際、なんと護衛の一人が彼に向けて発砲したのです。ドミトリー・ヤゾフはその場で死亡が確認され、他の政治局局員はすぐにヤゾフの元に駆けつけましたが、彼らはヤゾフが血まみれになっているのを目撃するだけでした。なんとソ連指導者のドミトリー・ヤゾフが銃撃されて死亡したとのニュースが来たのだ。しかも護衛の手によってか。ソ連はヤゾフ政権下で衰退の兆しが見えていたし、それによる不満が爆発した形かもしれないのだ。いずれにせよソ連は思ったよりも盤石ではなさそうだな。さらにヤゾフ死後の党大会において主要派閥は次期指導者の選出で合意に至れなかった模様。つまりは最高指導者の席は空白状態が続くということか。少なくとも1ヶ月後に行われる予定の選挙の開票日まで跳ね、ソ連の構成国はこの中央政府の混乱状態を不安視している模様。さらに2ヶ月後にはポーランド人民共和国の書記長ヤルゼルスキが自由主義者の手によって暗殺されたとのニュースが。おいおい、どんどん東側諸国の重鎮が消えていくぞ。そして5月1日にはアメリカ人民連邦において大規模なテロが発生。ニューヨークにあるワールドトレードセンターにハイジャックされた旅客機が衝突したようなのだ。一体誰がこのようなことをしたんだろうか。さらに同月15日にはスペインではカタルーニャ州が独立戦争を起こしたよ。この世界でもスペインは内戦状態に陥るのか。で、またまたソ連からとんでもないニュースが来たのだ。ウラジーミル・プーチン率いる KGB がソ連の政治局局員の家に突入。片っ端から局員を粛清して軍隊をモスクワに配備したとのこと。何それは。 KGB 長官のプーチンは腐敗した中央政府を倒し、連邦を正しい状態に戻すと宣言しているのだ。確かにソ連は数年前から経済が停滞しているけど、法の支配を打ち破っての改革に他の構成国がどう反応するか。ソ連の各構成共和国はすでに独立に向け動き出しており、ソ連の崩壊も近いのだ。その後すぐにソ連からリトアニアが独立。さらにその後はエストニア、ラトビア、ジョージア、そしてカザフスタンが独立。
最終的に全ての構成国が独立する形で2010年の9月15日にソビエト連邦が崩壊したのだ。あまりにもあっけなさすぎる最後。ウラジーミル・プーチンは今後新生ロシア連邦の大統領としてロシアを率いていくようなのだ。そしてソ連という脅威がなくなって世界がより平和になるだろうな。そして彼の指導のもと、ロシアが民主化の道を正しく歩んでくれることを願うばかりだ。しかしまあ、本当に超大国ソビエト連邦が崩壊するなんて。それにソ連崩壊の前後で世界各地でテロ、要人暗殺、内紛が勃発したのだ。特にソ連崩壊の1週間前には隣国中華人民共和国において学生グループからなる自由主義派が中央政府に対し蜂起を開始したとのこと。史実よりもはるかに凄まじく、そして長期間続いた文化大革命、そして文化大革命の終焉後に始まった改革開放による海外からの自由主義の流入がこのような事態を招いたか。すでに立戦勝国家主席は北京を脱出、重慶に政府を移して反撃を開始するとのこと。民主派は一時的に近周辺と浙江省周辺を占領できているようだけど、徹底抗戦を主張した政府の姿勢の前に、その先行きは明るくないな。この抵抗運動があとどれほど続くのかが見ものなのだ。一方その頃日本国内では経済の過熱感から政府の支出を抑制する緊縮財政に転換。一時的に景気は悪くなるかもしれないけど、長期的に見てこの緊縮は正しいと判断されるといいね。何その含みのある言い方。と、ここで中国で進行中だった自由派反乱が鎮圧されたのだ。中国の春は叩き潰されたか。でもこれで中国が思った以上に脆い存在であることが分かったのだ。なんだこれ。どうやらフランスの方で共産党政権に対しての抗議活動がピークに達したとのこと。さらにその抗議活動がフランス以外の欧州諸国にも広がり、ヨーロッパの春と呼ばれるムーブメントが起こっているようなのだ。かつて王の独裁に対して起こった革命が、今度は共産党の独裁に対して起こるのかな。このまま共産主義を打倒すれば欧州の未来は明るいのだ。今のところは内戦状態に陥った国はないものの、ここから先もしかしたら政変が起こる国が出てくるかもしれないのだ。だとしたらソ連に続き、欧州の共産主義国家が大量になくなるな。実に愉快なのだ。天皇陛下の行幸ツアー。宮内庁、警察庁、外務省は先週、天皇陛下の東南アジア諸国訪問の準備を開始した。マレーシア、タイ、シンガポールは同じ共産主義国家に包囲された国として日本と共通点が多く、今回の訪問は日本が東南アジアの名手としての第一歩を踏み出してもらおうと期待する声も多い。クアラルンプールを最初の訪問地として全てが整った。東南アジア方面に同行するんだね。ソ連が崩壊して東南アジアの共産主義国家は足並みが乱れているのだ。この天皇陛下の行幸は東南アジアにおける非共産主義国家に対して日本の下で団結を促すという目的もあるのだ。非常に重要な外交行動なんだね。天皇陛下の暗殺。昨日、クアラルンプールを訪問中だった天皇陛下はクアラルンプール国際空港に置かれまして、警備員2名に突然襲われたとのことです。天皇陛下はその後すぐにプトラジャヤ病院に搬送されたものの、搬送中においてすでに崩御あらせられました。その後の調査の結果、天皇陛下からは VX 神経剤が検出されました。また犯行に及んだ警備員2人の取り調べの結果、朝鮮民主主義人民共和国の工作員であることが判明。現在、宮内庁は朝鮮に対しての制裁を提案しています。あわわわわ、とんでもないことになったのだ。なんで警備員が工作員であることを見抜けなかったんだ。いや、そんなこと言われたってまさかこんなことが起こるとは思わないじゃん。どうしよう。
とりあえず次の天皇救いに向けて動いていこわかったのだ。そして2010年12月15日、ナルヒト天皇が即位。また新元号も正式に令和として決まったのだ。う。新たな時代はあまりにも突然に始まったな。本当に突然のことすぎて、政府も首相を含め一部の人しか即位の礼に参加できてないのだ。そして国家方針は令和元年に進むよ。国内では右翼を中心に対朝鮮で強硬論が上がっているし、その対処も必要だな。さらに平成天皇暗殺事件を受けて自民党の支持率は下落傾向なのだ。特にトップである玉上首相は消極的姿勢が目立つようになっていて、そろそろ次の首相についても考えていくべきなのだ。次の首相って例えば誰なんだ？現在の日本の自由的に安倍晋三か石原慎太郎が候補にいるのだ。ただ今回は安倍晋三を首相にしていく方針にするよ。その頃世界ではビルマにおいて民主派が選挙に勝利、また朝鮮ではキム・ジョンイルが死んだとのこと。キム・ジョンイルね。あんなことをしといて穏やかに死にやがって。後継者についてはどうやらキム・ヨジョンになるようなのだ。意外だな。またなんかイベントが来た。今度は2011年の3月3日に仙台の東約130キロの沖合でマグニチュード 8.9 の大地震が起きたようなのだ。東日本大震災か。若干起きた日が違うけど、東北、関東、北陸の工場に被害が出るね。かなり広域に被害が出た。でも史実と違って福島第一原子力発電所に被害がないようなのは不幸中の幸いか。この世界だと2006年に堤防の強化や施設の補強を行っていたのが功を奏したのね。そして2011年3月25日には首相が玉上から安倍晋三に交代。大震災が起こった直後で国内は混乱しているけど、まあ頑張れ。いや本当にタイミング悪いな。なんかルーマニアで内戦が起こってる。どうやらルーマニアの春と呼ばれる共産主義政権に対しての反乱が起こった模様。そして軍隊までもが反乱側に加わったようだな。おや、今度は何なのだ？どうやらソニーにおいて不正会計疑惑が持ち上がった模様。情報源は？匿名のネットユーザーが LINE に投稿した内容を朝日新聞が取り上げたようだね。匿名ユーザーだ。そんなの偽の情報に決まってるのだ。バカバカしい。一応調べはするけど。一部からは財界と政府の癒着や経済の健全性に疑問を持つ者も現れているぞ。パニック状態になる前に対応をお願いしますよ。わかってるのだ。とりあえずはソニーの会計不正に対して対処して、その後はホンダとトヨタに対しても対応をするのだ。お前ら何しれっとやらかしてるんだよ。政治力がものすごい勢いで減っていくのだ。ここまで対応したんだからパニックは最小限になってないのだ。東京証券取引所、過去に類を見ないほどの大暴落を起こしています。これが令和のブラックマンデーか。そんなのんきなこと言ってないでなんとかしなさいよ。わかってるけど、いかんせん暴落が止まらねえのだ。安定度が 10% も下がる。さらに消費財工場も 17% 上がって、臨時工場の建設速度に至っては半減するよ。こりゃ明日は中央線が止まるな。こんな感じだと昨日も今日も明日も止まってると思うのだ。でもまあ、ソニーとホンダとトヨタがちょっとやらかしただけで、国民は少々過剰反応しすぎなのだ。国民には落ち着きを取り戻すように呼びかけるのだ。しかし今度はゆうちょ銀行で預金が引き下ろせなくなる事件が発生。民営化して失敗したな。暴力沙汰になってるようだし、なんとかしないと。わかってるよ。そして一連の経済的混乱を受けて、日本国内では大規模な抗議運動が発生。抗議は安倍晋三首相の辞任を求めるもので、一部では暴力的な衝突も発生しているとのこと。やばいな。しかもデモを起こしているのは共産主義者なのだ。裏で労働党バイトを引いてそうだ。こうなったら戦車を用いて抗議者に手厚い対応をしてやるのだ。さらにわざわざ抗議をしてくれて、共産主義者が誰だかは分かったよ。ここで共産主義者を一斉逮捕ですか。ピンチをチャンスに変えるのが僕のやり方なのだ。さらに東京に軍隊を派遣。抗議運動を強制解散させるよ。荒技な気もするけど仕方ないか。さらに本日より国家非常事態宣言を発布。少しでも怪しい動きをしたら逮捕なのだ。なんだこのディストピアは。そしてこのどさくさに紛れて国会で有事法が可決。表向きは国内で現在行われている抗議活動を抑えるものだけど、本当は平和憲法とその派生条項を無効化するものなのだ。国家が非常事態に陥った時のために政府の権限を大幅に強化したなら。ちなみにその国家の非常事態の基準は国家が決めるのだ。やりようによってはいくらでも決壊できる法律じゃん。まあまあ、それはそうと我々日本政府はただ反対派を弾圧するだけではないのだ。この経済危機に対して補助金を出して生活苦の国民を助けるよ。さ
さらに働き口を失った人に対しては分で雇用。失業率もこれで下がるね。軍隊は規模を拡大しているところだしちょうどいいのだ。一体何のために軍拡してるんですかね。そんなこと聞かなくても分かってるでしょう。まあね。そして恐慌から日本は徐々に立ち直っているのだ。恐慌の最中に法律は変わり、経済も変わり、この一連の変革は令和維新と呼ばれるようになったよ。なんか日ごとのファシズムへの支持率が上がるのが気になるけど、まあ恐慌から立ち直れたならいいか。一方この頃の海外ではフランスが内戦状態に突入。極左、極右、リベラル派が互いに戦い合う地獄と化したのだ。どの勢力が勝つかによって欧州の今後がだいぶ変わりそうだな。まあ日本にはあんま関係ないと思うけどね。そっか。一方でこちらは日本に関係ありそうなのだ。現在朝鮮では苦難の行軍と呼ばれる大飢饉が発生中。ソ連が崩壊して支援が途絶えたせいで一気に経済が崩壊したのか。燃料がなくなり、現在は電力、流通、食料が全て停止したとのこと。朝鮮の経済発展は外国からの支援ありきであることが証明されたな。さらにベトナムでも電力危機が発生。ベトナムでも共産主義政権が倒れるか。またソ連ではなく新生ロシア連邦でも動きが見られたのだ。なんかベラルーシに侵攻してる。さらにロシアはベラルーシだけでなくウクライナにも侵攻。どうやら民主化したと言っても領土欲はしっかりあるようだな。これならドイツ率いるワルシャワ条約機構の方がマシなまであるぞ。安倍晋三の暗殺。2012年2月19日、安倍晋三首相が奈良で暗殺された。近鉄大和西大寺駅近くの路上で、安倍首相は歩道脇の仮設台に立ち、拳を振りながらマイクに向かって演説をしていた。演説が始まって1分も経たないうちに、背後から2発の大きな銃声が鳴り響き、安倍首相は2発の銃弾を受けたのである。その後安倍首相はすぐさま病院に搬送されたものの、その後に死亡したと NHK が報道した。おいおいおい、安倍晋三首相が暗殺されちゃったんですけど。せっかく令和のブラックマンデーから経済が回復してきたところでこの仕打ちなのだ。ということは今は別の人が首相職についているってこと？そうなのだ。今は臨時で石原慎太郎が代行でついているのだ。石原慎太郎か。確か彼はこの世界だと極右政治家なのだ。そして石原慎太郎のライバルであった安倍晋三が亡くなったことで、次の首相候補は自動的に彼になるよ。あれ？大丈夫かこの日本。まあまあ、とりあえず石原内閣組閣に向けて国家方針を進めていくのだ。さらにここで平和憲法を完全削除っと。いやいや何やってんのさ。いや、ようやく日本の足かせが外れたのだ。嘘でしょ。まあ憲法改正には日本国民の過半数の賛成が必要だし、この会見は日本国民の総意でもあるのだ。そうなのか。なら仕方ないな。だって日本は民主主義国家だし。ただしこの画像、てめえはダメだ。石原慎太郎新首相は会見で、自衛隊は本日より日本軍になり、専制政治下にあるあらゆる国に対して民主主義を広げていくと高らかに宣言したのだ。なるほど。これに対して共産圏の中国、朝鮮、インドネシアは反発した模様だね。ただ奴らは非難するだけで特段の行動は起こせていないのだ。そりゃ世界2位の経済大国に喧嘩売るバカな国存在しませんよ。おや？どうやら中国の方から文化大革命の完全な終焉とのニュースが入ってきたようだね。あいつら少し前から改革開放って言って自由化を推し進めていたけど、成果が出始めているのか。さらに中華人民共和国は自主指導者として白吉来を選出。左翼ポピーストが国家主席になったか。中継モデルと呼ばれる統治スタイルで成果を上げた白吉来だし、今後は中国全土が発展しそうだな。これはいずれ脅威になる予感がするのだ。早めに叩くか。なぜその発想になる？ちなみに現在の GDP ランキングはこんな感じなのだ。ロシアとの差もだいぶ縮まりましたね。一方の国内では、かつての大日本帝国時代をタブー視するのではなく、栄光の時代として再確認する国家方針を進めるのだ。かつての国家の栄光を80年前の強い日本を取り戻すってことだね。その第一弾として国内の重工業復興計画を始動。師団が強化されるし工場出力も上がるみたいだ。第2弾では大規模住宅建設計画も開始。全国でニュータウン計画が始動するのだ。民主工場がたくさんもらえるのか。そしてここで経済法を民間経済から早期動員に変更するのだ。着々と戦争が近づいている。そして極めつけは戦時体制再編法案の制定。これにより日本は対外戦争を施行できる法律と戦力を正式に持つことができるよ。ようやくここまで来れましたね。
また国会では国粋主義者が全権を掌握とのこと。円滑な政権運営をこれで行うことができるのだ。裏を返せばブレーキ役がいなくなったとも言えるな。西太平洋条約機構。第二次世界大戦後の秩序が崩壊し、憲法9条が廃止された後、日本は初めて国際的な軍事組織を結成した。この組織は西太平洋条約機構と呼ばれており、石原慎太郎首相によれば、アジア太平洋地域の自由と民主主義を守り、広めるために設立され、すでに多くの潜在同盟国と協力体制を築いているという。多くの東アジアに住む人々は、これが再び東アジアにおける大戦争につながるのではないかと懸念しているが、台湾当局は本土からの圧力により当組織に加盟しなかったため、東アジアの平和はしばらく続くだろうと予測されている。ついに日本主導の軍事同盟、西太平洋条約機構が発足したのだ。中朝政府が反発しているようだけど、まあ反発したところですでに加盟国は順調に増えていってるのだ。最初の加盟国はブルネイか。2カ国目はシンガポール。いや、よく見たら日本の支援を受けた極右勢力がクーデターを起こして加盟してるな。両強リークアンユー政権を打倒した民主派に幸おうからんこと。本当に民主派なんですかね。私には軍事政権にしか見えないけど。また社会主義政権のフィリピンに対しては鉄拳にて自由を布教しに行くのだ。何気に初めての本格的な対外戦争だ。早速フィリピン北部のルソン島、南部のミンダナオ島に上陸作戦完了後、直ちに南北から侵攻していくのだ。それと同時進行で朝鮮に対しても行動を起こしていくよ。朝鮮に対して日本の工作員を潜入させるのか。さらに朝鮮における分離工作も進めるよ。苦難の行軍以降、ソウルでは学生による民主化運動が発生しているようだし、さらにその運動を煽り立てて朝鮮を不安定化させるってわけね。そして朝鮮の民族主義者を阻害することで朝鮮南部の分離工作も進めるのだ。朝鮮における工作活動は順調そうだけど、フィリピンの方はどうなのかな。すでに首都マニラは陥落させて臨時首都のセブに向けて前進中なのだ。と、ここでフィリピンが降伏。順調そうでよかった。それでは進行中の戦争もなくなったところで本格的に朝鮮に対しての干渉を開始するよ。まずは全裸北道の分離勢力に資金を提供。その次は朝鮮に対しての特殊軍事作戦を計画するのだ。特殊軍事作戦。総員戦闘配置につくのだ。朝鮮の民主派との接触に成功。ソウルから自由主義派が朝鮮南部に分散し、我々との接触に成功した。我々の朝鮮潜入工作は実を結び、全羅道と慶尚道の要人の多くが日本への亡命に合意したのである。そして今、釜山と広州のソウルとの連絡は途絶えた。南朝鮮の反乱。日本が民主化の影響を長期化させ、朝鮮労働党が残忍な政策を取る中、朝鮮南部の民族主義者と軍部の反乱軍が広州で武装蜂起を起こした。日本の支援を受けて武装した反乱軍は、全羅道と慶尚道を迅速に掌握している。ソ連の勢力圏内で最も奇妙で謎であった朝鮮民主主義人民共和国の支配は終わりを告げようとしているのである。ついに長年の分離工作が実を結んだのだ。すでに朝鮮南部では朴槿惠率いる大韓国民連合が成立。北朝鮮と戦闘を開始したとのこと。日本もすぐに大韓国民連合を支援するのだ。開戦から5日後の2014年3月15日に日本軍は釜山港に到着。直ちに北に向けての進軍計画を立てるのだ。早速全面攻勢を開始。全てにおいて優勢だ。事前に現地の韓国軍との連携を想定してきたから、朝鮮軍はなすすべなく敗走しているのだ。制空権の方は大丈夫？もちろん大丈夫なのだ。南部、中部朝鮮ともに日本側が優勢だよ。そして戦闘はついに朝鮮民主主義人民共和国首都のソウルに迫ったのだ。散発的な抵抗は見られましたが、機械化された日本軍の相手ではありませんね。そして朝鮮は首都平壌に移転。しかし敵の戦線は完全に崩壊しており、すぐにそちらも占領できる見込みなのだ。特殊軍事作戦開始から2ヶ月、ここまで攻めると国内世論は熱狂しているだろうな。目指すは朝鮮半島全体の解放、暴力行まで全速力で進軍なのだ。その一方で朝鮮から反乱で独立した地域においては住民投票を行い、当該地域を日本に編入するかどうかを問うよ。なんだろう、特殊軍事作戦からの住民投票で州を編入するのってどっかで見たことあるぞ。我々日本は民主主義のプロセスにのっとって極めて公正な方法で州の編入を決定するのだ。の割には最初から日本に編入されるのが決まってるのおかしくないか？そ
れはそうと日本軍はついに朝鮮の臨時首都平壌を占領したのだ。すでに朝鮮人民軍の抵抗がなく降伏も近いですね。中華人民共和国の調停案。国内の改革に忙殺されていた中華人民共和国は、日本を北緯38度線より北に攻め込ませてはいけない。さもなければ中国の安全保障が深刻な脅威にさらされることにようやく気がついたようだ。現在彼らは日本と朝鮮の間に北緯38度線上での停戦を提案している。また彼らは日本がこの調停案を拒否した場合、人民解放軍が武力で介入すると警告している。やはり中華人民共和国が動きましたか。ついにその日がやってきたか。ただここで開戦というわけではなく、調停案によって北緯38度線で停戦もできますね。笑わせるなのだ。中華人民共和国はつい数年前まで文化大革命が行われてきて、今も国内は荒廃しているのだ。なるほど。だからこの際中華人民共和国も朝鮮とまとめて東アジアから共産主義者を一掃してやるいい機会だと思わないか。そうかな。そうかも。そうと決まればこんなくだらない調停案なんて即却下なのだ。本当に中国との戦争を始めちゃったよ。それと同時に第二次朝鮮戦争激化とのニュースが来たよ。朝廷は決裂し、朝鮮、中国連邦軍と韓国、日本連邦軍との戦争に発展したようだ。大アジア戦争。本日、日中関係は第二次世界大戦の頃に匹敵するほど深刻な段階にまで悪化している。朝鮮半島の軍事境界線上でも太平洋上でも日中の圧力は続き、最終的に中国軍と日本軍は再び戦場で対峙し、第二次日中戦争が始まった。とりあえずまずは日中の戦力差を比較していこうと思うよ。現在の日本の師団数は173師団、艦艇数は170隻、航空機数は2300機なのだ。対する中国は150師団に65隻、航空機は1500機。朝鮮は陸軍以外はほぼカスですね。朝鮮も一応軍隊を持っているけど、まあ平壌を陥落して死にかけだからすぐに退場するのだ。こう見ると日本側がだいぶ優勢そうですね。さらに日本軍は中国に比べ質の高い軍隊なのだ。というわけで早速戦闘開始。開戦早々、中華民国が西太平洋条約機構に加盟。逆に今まで加盟してなかったんですね。中華民国のやつ、西太平洋条約機構設立時には大陸側にひよって加盟しなかったくせに、戦争が始まった瞬間にすぐに加盟したぞ。まあそんなもんでしょう。でもおかげでアメリカ太平洋艦隊を接収した台湾海軍が戦いに加わってくれましたね。空母が増えてありがたいのだ。さらに金門島より中華民国が大陸側に進出、中華民国を支援するべく日本軍も向かわせるのだ。これ支援間に合うか。無事に到着したから安心するのだ。ここから内陸にどんどん攻めていくよ。そして現在の朝鮮半島戦線は朝鮮民主主義人民共和国首都のチョンジンに進軍。すでにチョンジン近郊まで攻めれてますし、あと少し。そして2014年の7月14日に朝鮮民主主義人民共和国が降伏。朝鮮人民軍は解散してより日本側が優勢になったのだ。そして朝鮮降伏に伴い列島で待機させていた第2軍を中国に上陸させて本格的に中国侵攻を開始するよ。上陸先は北京近郊、山東半島、上海近郊なのだ。上陸計画の立案ができたら早速上陸開始。朝鮮戦線では人民解放軍と熾烈な戦いが続いてますし、これで戦線が伸びたら侵攻が楽になるはず。上海都市部にはいくつかの沿岸防衛師団がいたけど、近郊部には防衛師団がいないようなのだ。すぐさま上海市を包囲することに成功。あとは包囲した上海を占領するだけですね。また同時刻には山東半島、天津にも上陸作戦を実行。うまく上陸できたようですね。目標は河北省、山東省全域の占領なのだ。上陸後は内陸に向かって進軍するよ。ちょっとズナモン、金門島で日本軍が包囲されてますよ。さて、山東半島の方はどうかな。こいつ包囲殲滅された現実から目を背ったな。気づいた時には包囲されてたのだ。まあ国内では復讐史に向けて快進撃ということにしておくか。何その大本営発表は。
それに金門島戦線以外にも天津市に上陸した師団も必死そうな感じですよ。ちょっとこっちも殲滅されたらまずいし、山東半島に退避させるのだ。賢明な判断ですね。気づけば日本の占領地は山東半島と上海、鴨緑江周辺のみなのだ。それにトラッとか軽戦車がめっちゃ不足してますよ。初動で張り切りすぎたのだ。ちょっとここからは自重していくのだ。おかしい。腐った納屋なはずなのに長期戦になる予感が。とりあえずロシアとは仲良くしとくか。こんな状態で攻められでもしたら大変なことになるのだ。急にすり寄り始めた。裏ではロシアにも攻めようとしてたくせに。何のことかな。しかも中国軍が反撃してきてますけど。マーシュビは優勢だし大丈夫でしょう。ここで一旦海外に目を移すと、北アメリカではいつの間にかに内戦が勃発。南部のアメリカ共和国と北部の人民連邦、西部のアメリカ人民共和国が戦ってますね。さらに2015年の4月にはいきなり第3次世界大戦のスーパーイベントが来たのだ。いやいや何の前触れもなくいきなり第3次世界大戦かよ。一切宣戦布告の通知もなくいきなり欧州で大戦争が始まっていたのだ。不対に小明とどっか。いやこれドイツ瞬殺だろ。それが意外にも検討しているのだ。さらにドイツ侵攻に際してロシアがポーランドを道路にしたから、ポーランドに独立保障をしていたイギリスもドイツ側で参戦。米ロで民主主義国家と民主主義国家が戦う謎な状態になったな。まさに欧州情勢複雑回帰なりなのだ。そんなカオスな状況になりつつある世界で自衛をするために、我が国は核爆弾の製造に着手。まずは核の製造プラントの建設から始めるのだ。国民はよく許してくれましたね。今日よりもって作って使っちゃおうのぜひ核三原則なのだ。何それ。そして大アジア戦争に戻ると、中国軍の攻勢が止まっていることに気づいたよ。どうやら中国側無攻勢のしすぎで師団の充足率が下がっているようですね。この好機を逃さぬようここで日本側は大攻勢に移るのだ。ちなみにこの攻勢で攻めきれなかったら長期戦確定なのだ。国家規模で爆撃打つのやめてくれませんか。でも安心するのだ。ついに日本軍の攻勢の努力が実り、中華人民共和国首都の北京を占領。そのままモンゴル国境まで進んで満州方面の中国軍の包囲を狙うよ。20師団近くは包囲できただろうか。さらに河北から河南に向けての進軍も開始。途中上海周辺に上陸した集団とも合流して敵師団の包囲も狙うのだ。そして臨時ストの生都市に向けても進軍するよ。満州方面で大包囲を決めてから明らかに前線の敵が減りましたね。テナンカ中国がインドの方で分離工作を行っているってニュースが来たのだ。この世界、中国もインドに対して分離工作をしてるのか。でもこれにて中国はインドも敵に回したよ。戦線が増えてさらに敵師団が分散するはず。そして中国戦線はついに成都市近郊に到着。そのまま占領するのだ。最後に敵の防衛師団とぶつかったけど一瞬で倒したな。そして中華人民共和国はさらに臨時ストを昆明に移動。しかし昆明に到着する目前に中華人民共和国は日本に対して降伏したのだ。約1年と半年の戦争でしたね。日本軍は圧倒的火力で中国軍相手に短期間で勝利することができたのだ。条約の結果、大陸には中華民国が復帰して、その他は日本が一旦併合したのだ。言っちゃ悪いけど、全く日本が勝ったことに関するニュースがなくてあっけないですね。まあこのもっと東側諸国が主役だし、日本が勝つことを想定してないのかもしれないのだ。もしくは今まで日本のやってきたことが、まあ気にせず続けていくのだ。ちなみに講和会議で併合した国はディシジョンからその処遇を決められるよ。これは良いシステムですね。そうなのだ。まあ今回は資源目的のインドネシアを除いて全て解放するのだ。やけに優しいな。最終的に東アジアの国境線はこうなったよ。統一された青い中国ってのは珍しい気がするな。そして戦後の国家方針が少しだけあるので、そっちの方を進めていくよ。輝かしい勝利だな。そして国家方針の輝かしい勝利が完了すると、せっかく中華民国で統一された中国大陸が強制的に分裂するのだ。一気に国境線がキモくなったぞ。内蒙古、新疆、チベットが独立。また日本は山東半島の一部と天津、北京市、台湾島を分取ったよ。なんだこの聞く日程ムーブ。そして大アジア戦争後初の選挙にして、戦後日本の今後が決まる選挙を行うのだ。民主派か極右勢力のどちらかが選ばれるようですね。国民は日本を勝利に導いた現在の極右勢力を支持しつつも、戦争の爪痕は多く民主派に投票する流れもあるのだ。果たしてどうなるのか。
そして2017年の9月に行われた選挙では極右勢力が勝利。引き続き国政は石原慎太郎首相が次にいつあるかわからない選挙の時まで務めるのだ。先ほど果たしてどうなるのかと言いましたが、この世界の日本だとまあ極右勢力が勝ちますよね。てか、なんか日本列島で師団の徴兵ができなくなったんだけど。師団数の上限あるとかそんな感じでは？そんな機能あるのか？もしかしてバグってんじゃないかな。いやいや、どんなバグですか？見たことありませんよ。あれなんかインドネシアが。なんでジャカルタが首都になってるの？やっぱバグってるのだ、このモッド。いや、バグルにしてもどんなバグり方したらジャカルタが首都になるんだよ。おかげで徴兵して師団が日本列島まで移動するのがクソだるいし。と、少々取り乱したのだ。まあ誰でも取り乱すレベルのバグではあったな。というわけで4回にわたって続けてきたレッドワールダックスモッド日本プレイはここまでにしようと思うのだ。民主主義国家だった日本は今やファシズム国家になっているし、ここから先どうなるのか。まあ民主化して欧州の覇者になったロシアと共産主義者が統一したアメリカとの間で戦争が起こらないことを願うのだ。というわけで今回の動画はここまで。それじゃバイバイなのだ。21世紀の世界はかつてのソ連崩壊時の東西融和への期待を裏切るように再び分断の時代を迎えていた。かつての敗戦と再建を経た日本は経済的停滞と社会不安の果てに強烈な国家主義を掲げる政権の下でファシズム国家として再生を遂げ、街には旗が翻り、規律と統制、そして国家の栄光に歓喜する声が国民の生活を覆っていった。やがて日本は大アジア戦争と呼ばれる苛烈な戦火を勝ち抜き、アジアの覇者としてその地位を確立した。一方、長期にわたり共産党の専制と腐敗に苦しんだロシアはウラジーミル・プーチンの指導の下自由の道を選んだ。民衆の声に押し上げられた民主政権は高難と困難を伴いながらも新しい社会の礎を築こうとしている。そして彼らは石化した欧州連合との欧州大戦を制し、ヨーロッパ大陸をその支配下に収めた。やがて真の自由と民主主義の名のもとに欧州全域はロシアの影響圏の中に組み込まれていくだろう。そしてかつては自由の象徴であった大国アメリカは苛烈な内戦の末に赤い旗を掲げる共産主義国家へと生まれ変わった。かつての資本主義国家の残骸から立ち上がったその姿は旧冷戦時代を知る者たちに深い衝撃を与え、太平洋と大西洋を越えた先にいる決して相入れぬ思想の国家に対しての謀略を進めている。こうして3つの理念、大アジア戦争に勝利したファシズムの日本、欧州を支配する民主主義のロシア、共産主義へと転じたアメリカがそれぞれの同盟諸国を従え、互いが互いを睨み合っている。世界が再び冷たい緊張に覆われていく中、空にはミサイルの影がよぎり、海では艦隊が互いの目を光らせ、情報と思想の戦争はかつてない規模で広がり始めていた。この新たな冷戦の行く末を知る者は誰もいない。ただ一つ確かなのは、人類がまたしても歴史の岐路に立たされているということであった。そして世界は静かに幕を開ける。かつての冷戦を超えた21世紀の真の冷戦時代へと足を踏み入れていく。